こんにちは。今日は小さなネット編みのバッグを作っていきます。このサイズはスマホとお財布とハンカチが入るぐらいのサイズになっています。とてもシンプルなんですが、このハンドルの付け根とか、あと底の角が丸くなっているところとか、ちょっとしたアレンジでとても可愛く出来上がっています。私はこの四角10個でスタートして、そこからぐるぐると続けて編んでいます。このハンドルもあまり難しくありません。初心者の方でも大丈夫だと思います。サイズの変更がとても簡単です。この幅を広くしたり、長さを長くしたり、好みのサイズに変えることが簡単です。よかったら作ってみてください。で、その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%。極太で色はホワイト。40g で40メートル。使用界隈の目安は8号。8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。この糸はこんな感じで綿 100% でしっかりとしています。太さは 2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。で、これはダイソーさんのリサイクルコットン。こっちはセリアさんのパニエ。同じ糸がもうないんですが、確かこの色はカラーナンバー4番。カラーナンバー4番で綿100の 25g で23メートル。使用界隈の目安は7から8。この糸で作っています。まず底を作っていきます。私は鎖21でスタートしました。この部分はサイズの変更が簡単です。好きな長さまで鎖を編んで、それを奇数にします。奇数であればどんな長さでも大丈夫です。鎖を編んでいきます。この鎖は少しだけゆったりと編んでいきます。このまま必要な長さまで鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。この状態で長さは15センチ。次は1段目を編んでいきます。まず最後の鎖にマーカーをつけます。これが最後の鎖。これがこれから編んでいく長方形の角になります。わかりやすいようにマーカーをつけます。次は鎖3つ。1、2、3。で、マーカーの隣の隣に長編み。ここにマーカーをつけているので、隣の隣。1、2。で、表でも裏でも大丈夫です。私はこの裏に入れていきます。長編み。これで四角ができました。普通はこれを鎖4つにするんですが、3つの方がきれいに出来上がります。
次も四角。鎖1つ。足元。1、2。2つ目に長編み。ずっと四角を作っていきます。鎖1つ。足元。1、2。鎖1、端まで編んできました。次はこの周りを一周します。私はこの細長い形で編んでいくんですが、お好みによってもう少し幅を広くしても大丈夫です。その場合はこの四角をあと何段かプラスします。この幅が底になります。私はこの1段で次に1周編んでいきます。その時にこの角が丸くなるように作りたいので、角には三角。今までは四角だったんですが、角には三角。この角にも三角。こっちも三角、三角と編んで丸い形を作っていきます。とても可愛くなるので、これで編んでいきます。見やすいように違う糸で編んでいこうかと思っています。皆さんはこのまま同じ糸で編んでいきます。で、その場合は鎖4つ、1、2、3、4と編んでスタートします。私は色を変えるので、新しいここからスタートします。鎖4つ、1、2、3、4、1、2、3、4で、下の長編みに針を入れて長編みで、上が2本以上の方がしっかりとします。ここに入れました。これで三角。鎖4つ、長編み1つ。で、この角に三角を作っていきます。ここは四角の上に四角。三角ではなくて四角。鎖1つ、角に長編み。この糸端の出ているところ。これで四角ができました。次は三角。鎖1つ。同じところに長編み。これで三角、四角、三角。次からは角ではないのでずっと四角。鎖1つ、長編みに長編み。このまま次の角まで四角を編んでいきます。角まで来ました。ここにはまた四角。
鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目。2つ目にはマーカーがついています。次は角なので三角、鎖1つ、同じところに長編み、これで角に三角ができました。次は四角、鎖1つで、今度はこっちから数えて1、2、ここに入れていきます。1、2、次は三角、鎖1つ、同じところ、これで三角、四角、三角。今、四隅に三角ができています。次からまた四角。このスタートしたところまで四角を編んでいきます。一周編んできました。最後も四角にします。鎖1つ、最初に編んだ三角の鎖の下から3つ目、上が2本で下は1本、この位置に針を入れて引き抜きます。これでつながりました。次は2周目。2周目からはまっすぐ編んでいきます。この部分は丸くしたかったので三角を作ってきたんですが、これからはずっと四角だけ。三角の上にも四角を作っていきます。鎖4つ、1、2、3、4、三角の上に四角、これで三角の上に四角ができました。次も四角、で次の三角の上にも四角、次からもずっと四角を作っていきます。こんな感じで、次の三角にも四角、次の三角にも四角、これで一周します。でここら辺まで戻ってきます。2周目の終わりまで来ました。最後も四角を作ります。鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目、これで四角ができました。これを繰り返していきます。次も同じ。鎖4つ。四角の上に四角。次もこのまま四角だけを編んで一周します。
で、最後また鎖1つと鎖の下から3つ目引き抜いて、次も鎖4つ、これを繰り返していきます。このまましばらく編んでいきます。三角から数えて11周編んできました。長さは15センチ。私はこれぐらいにして、次にハンドルを作っていきます。ハンドルを作る位置にマーカーをつけます。まず底を見て平らにして、で脇から同じ位置にマーカーをつけます。脇から四角を数えて1、2、2つ目と3つ目の間にマーカーをつけました。こっちも同じ2つ目と3つ目の間、こっちも同じで、長さは私の場合は約10センチ、この部分は10センチ、脇は 3.5 センチぐらい。糸が出ているところから続けます。こっちで見るとここから始めます。でぐるっと編んで、またここに戻ってきます。この1段目、糸が出ているところからで四角を編んでいくので、また鎖4つ、1、2、3、4、四角の上に四角、マーカーのところまで四角を編んでいきます。今こっちが正面で脇を編んでいます。こう編んでいきます。次はマーカーのところ、また四角、次は鎖を編んでいきます。こっちで見るとこの部分で持ちやすい長さにします。どんな数でも大丈夫ですが、奇数にします。ここから1、2、3、4、5と続けて編んでいきます。鎖編みをしてきました。私は長さ14センチ、鎖の数は21、これは奇数にします。ねじれていないか確かめます。でマーカーのところに長編みでつなぎます。長編みをするので絡めて、マーカーのところ手前から針を入れます。これで長編みをします。これでつながりました。次からまた四角を作っていきます。この脇の部分、今までと同じように鎖、長編み、鎖、でマーカーのところにも四角、鎖1つ、ここからまた鎖、こ
こっちと同じ数だけ鎖を編んでいきます。ここまで編んでいきます。2本目の鎖を編んできました。またマーカーのところに長編みでつなぎます。これでつながりました。最後も四角を作ります。鎖1つ、最初の鎖の1、2、3、これでハンドル部分の1周目が終わりました。次は2周目。2周目はこんな感じで編んでいきます。鎖4つ、1、2、3、4、また四角を作っていきます。で、このマーカーをつけていたところ、ここにも四角、こんな形になりました。次は鎖の上にも四角を作っていきます。鎖1つで、鎖の1、2、2つ目に長編み、表でも裏でも大丈夫です。私は裏に入れていきます。1、2、長編み、次からも同じ鎖1、2、これで付け根まで編んでいきます。付け根まで編んできました。今足元を見ると鎖が1つ、その次に四角を作ります。1、2、2つ目はこの長編みの上、これでここも四角になりました。次からまた四角の上に四角、このまま同じように四角を編んでいきます。この鎖の上にも四角を編んで、スタートしたところまで戻ってきます。一周編んできました。最後も四角を作ります。鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目引き抜いてつながりました。最後は鎖1つを編むようにして糸を切ります。引き締めて、これを針で隠します。なるべく目立たないように裏で隠していきます。
これで出来上がりました。これで出来上がりました。とても可愛い形になりました。で、使う時にはこんな感じで伸びて、とても可愛い形になります。全体的にシンプルなんですが、ストラップが可愛いのと、あと底が丸くなっているので、とても可愛い印象になっています。で、底は細め、少しだけマッチがあります。同じ編み方なんですが、色によってだいぶ印象が違っていると思います。重さは 60g と少しの糸で出来上がるので、他のものを作って余っている糸があったら作ってみてもいいと思います。サイズを測りました。上から下までこの部分から測って18センチ、横幅17センチ、使った糸の量は 60g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。